こんにちは、EDP ナーコです。いつもふざけた動画ばかり。ふざけてないか。ふざけてる動画と、ふざけてる動画と、あとコンペのだだ流しばっかり送っておりますが、今回はちょっと真面目なものを始めてみようかと思って、トライな企画です。第1弾として、ラジコンドリフト、まずねスーパー初心者とか、コース初めての人の車を見て、明らかスピンするじゃん、これは無理だよっていう車が結構あるんで、そういった車、すっごい上だな、戻します、ちょっと戻します。ピコピコさん、本当にピコピコさん早い。ちなみに、ピコピコさんには全く、意味のなさない動画となっております。今回スーパー初心者コースデビュー者レベルの方に向けた、スピン、なんでスピンするのかのよくあるパターンを紹介していきたいと思います。というわけで、まず1点目、おはようございます。 TS クロさん、 TS クロさん、おはようございます。さあ、というわけでですね、スピン一番多い、ある程度分かってる人がね組み立ててるとないんですけど、ないんですし、組み立ててる最中からもうそれを気にして、ちゃんと組み立てるんで大丈夫なんですけれども、何ピコピコさん初心者です。初心者じゃないです。普通に周回してるんで、もうすでにラジコンドリフトって脱線、いきなり脱線なんですけれども、ラジコンドリフトってとりあえずコースに来てる人で、2割なんですって。他の8割の方はアカウント間違えました知ってる方です。黒部を見ても意味ない。まあいいや。黒部なんか間違ってることあったらコメント欄にください。なんだっけ、そうそう、ラジコンドリフトって実際コース来てる人って2割しかいないんですって。で、他の8割の方はなんつうんだろう、近所のなんか広場、例えば会社の駐車場とかね、そういうところでやってる方が8割方なんですって。だから、もうサーキットに出てる時点で、周回してる時点で、ちょっとレベル感は違うのかなって思います。で、まず1点目、スピンの、はい、1点目、これ編集点今作りましたよ。はい、後でちゃんと動画作ろうと思ってます。なんていうんだろうな、ステアリングをマックスで切りました。切りましたのここがタイロット、ステアリングのタイロットであったり、アッパーアームであったり、ロアアームがタイヤ、ホイールとぶつからない。要はぶつかってるとマックス切った時にタイヤが止まってでスピンするっていう話ですよね。これが1点目で、これ逆側もそうなんですよね。こう切った時に、これは随分ここ離れてる、白いここ離れてるんですけど、このダンパーと当たりがちです。このダンパーとここね、ここが当たりがちですっていう車をお見かけします。ということで、そのマックス切った時にぶつからないかどうか、これ真っ先に見ます。明らかにすっごいスピンするよなっていう車のや走ってる人がいたら、ちょっと車見せてくださいよって、もうそこはね、見てくださいって言われないで、そう見てくださいって言われる前に、もうこちらからお声かけするようにしてます。ちょっとスピンばっかしてつまんないと思うんで、それだけはね。で、重要なのが
必ずこの浮いた状態でぶつからなくても置いたら沈むじゃないですか。ちょっと走ってる最中沈み込んだり走ってる最中浮き上がったりするじゃないですか。そういうところなんですよ。なんでこっちマックスに切っといて、でタイヤ回しながらロアアームちょっと動かしてぶつからないかどうか、フルバンプしても空中、0G、1G、マックス、フルバンプしてもぶつからないかどうか、これ逆側向いてもそうですよね。ずっと今タイヤ回ってます。絶対ぶつからないよねっていう確認が一つ、第1個目ですよね。2個目いきましょう。2個目なんですけれども、これ結構難しい話にいきなりなっちゃうんですけど、結構上から取ります。上から取るということは皆さん大好きアッカーメンの話です。アッカーメンはここから取ってみましょう。このトーインの話、ちょっとね、どうしてもカメラの感じで遠くから望遠で撮ると綺麗に、ね、これが分かるんですけど、ちょっと見づらい、余計にトーアウトに見えるかもしれないんですけど、まあちょっとトーアウトです。この時はある程度ね、こんな車とかこんな車を作る人はいないとは思うんですよ。普通に自動車を、ね、見たことあればなんですけれども、この先ちょっと切った時にこの時点で、こっちがまっすぐ向いてますの時に、こっちのタイヤが内側向いたりしてると抵抗になって、フロントが抵抗になってフロントが止まってスピンします。である程度揃ってるところからちょっと開きっていうところが、そのちょっと開きっていうのは例えばこのぐらい、結構私の車のこの状態は開いてます。こっちに合わせると、こっちをこの直線に合わせるとこんな感じ、結構開いてるんですね。でこれがまた極端にちょっと来た時にバーンと開いてると、今度は、さっきは抵抗にぶつかり合って、方向がぶつかり合って止まるようなイメージなんですけど、今度は開きすぎるとこっちがドゥンって開いてる状態になると、こっちはこっちに進もうとするんだけど、こっちがこの向きで止まろうとする、ただ引きずられるってことでスピン、フロントは止まろうとする、リアは流れようとするでスピンしてしまうってことにつながると思いますね。で極端なアッカーマンの閉じ開きっていうところで、見たりします。あと次、ここは明らかな部分ではないんですけれども、ちょっと微妙なところでサスペンション、足回りが動くかどうかのところを見たりします。足回り動くかどうかを見るときには、じゃあ下に行きましょうか。はい、下に参ります。もっと下か。はい、もっと下行きます。ここでいけるかな。もうちょい。これかな。まあいいかな。よし、これでいこう。今どんぐらいだろう。1センチぐらいかな、車高は。バッテリー積んでボディを積んだらどのぐらいになるか、できればねボディと同じような大きさのもの、今携帯乗っけました。携帯の方が多分重たいと思うんですけど、イメージです。でこれが普段のただポンと車を置いた時の 1G 状態で、フロントに重量がかかった瞬間、戻ってくるんだ、ダメだ。はい、では今また編集点作りました。でどんぐらい
あ、そう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 。今ちょっとコーヒー乗っけましたが、コーヒーを乗っけて、はい、これが地面に乗っけた時の1時で、フロントに重量かかった時に、ちょっと戻りきんねえな。はい、ではですね、もう一回再度、よし、これでいこう、しょうがない。あ、これでいきます。ボディ乗っけたとします。乗っけたとして全装備した状態で、今1センチぐらいでバンプする、1センチぐらいに戻ってくる。で上げる、上げてもやっぱり1センチぐらいに戻ってくる。いろんなところの抵抗があるんですよね。よし。例えばこのサスペンション一つ動く時に動く場所ってドアームのピンのところ、ダンパーの下でナックルの下のボール、ナックルの上のボール、この後ろ側でステアリングタイロットのボールで回ってきてダンパーの上のボール、アッパーアームの取り付けのピンのところで、これで言うとスライドラックのボールのところ、いろんなところが動くんですけど、その抵抗が全部乗っかると、どっか1つでも2つでも抵抗があると戻ってこないことになる、動きが渋いことになる。で一応チェックする方法としては、ダンパー外します。ダンパー外してパカパカ動くかどうか。さらに言えば、単純にね、こうやってやれば大体動くんですけど、こうしてんのかな。こんな感じかな。ほぼほぼこうね、重力かかんない状態で、重力かかんない状態でスルスル動くかなっていうのを見たりします。ちょっとシビアな話なんで、ちょっとここが渋いからって明らかなバンバカバンバカスピンするような車にはなんないとは思うんですけど、一応ね、物理的な話っていうところで、スピンの原因になりうるところのお話をさせてもらいました。はい。でさらに次、何個目だろう、何点目だろう、参ります。ボディ乗せての話なんですけども、ボディに乗せた時にまずここの隙間、ほんの少しでも空いてれば基本的には大丈夫だと思います。ステアリングがまっすぐ直進、ニュートラル系の時ですよねには、ちょっと空いてれば、今回スピンに関してのお話なんで、よくあるパターンで言うと、これマックス切りですよね。マックス切りした時、一回ここで話を止めて編集点を作る。マックス切りをした時のここですごい気にする人で言えば、ちょっとバンプしてもやっぱ当たんないよね。はい、徳さんお疲れ様です。徳さんもいらっしゃいました。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。ありがとうございます。
とうございます。ただ単にビデオを撮って一生懸命編集するのもあれなんで、ライブやりながら材料を撮ってでこの編集をして、なんだろう、動画にしようって思ってるライブにお付き合いいただきありがとうございます。というわけでマックス切りした時のここね、そういう物理的にこう、ドリフト最中にね、マックスが途中からここら辺からバンと入るときにズザザザザってぶつかってる、うわもうぶつかって回転が止まっちゃう。徳さん勉強になるでしょ。徳さんはでも車いじんないんだからいいんだからね、別にね。そして徳さんはもう全部知ってること、どうでもいいや、それはそれでいいとして、はい、というわけでですね、あと、こっち側に関しても、若干ぶつかることあるな、ぶつかることありますね。ここ必ず隙間空いてることで、ちょっとバンプしても隙間空いてること、これ結構多いです。スーパーエキスパートと言われるような人になってくると、ちょっと当たってようがね、そこまで使わねえよって、そこのね古切りまで使わないから、実際そこで当たってもそこまで使わないから実際大丈夫なんだよっていう人もいらっしゃいます。いらっしゃいますけれども、もうスピンして悩むんだとかいう方に関しては、そういうところを順を追ってチェックしていきましょう。ピコピコさん人違い、何徳さん、さっき徳さんって言ってたよ。あ、徳さんじゃない、違う、あ、タクさんだ、目が悪いです、すいません。タクさんだって全然そんなの関係ないじゃん。タクさんってどこのタクさんだろう。タクさんちなみに町田の飲食店さんのタクさんで合ってればそういうことです。全然集会している方なんで勉強にはなりませんかな。ありがとうございます。ピコピコさん教えていただきました。OK ですね。町田のたくさん OK です。じゃあたくさんも普通に集会している方なんで、こんなのは全然ねクリアされてる方、初めてね、車を1台買ったで、ちょっと走らせてみてるんだけどスピンしてしょうがないとかね、たけし先輩チョース、たけし先輩おはようございます。おはようございます。たけし先輩はもう全く間違ってること言ったらこれ適当なこと言ってんじゃねえよっていうことでお願いします。そう、たくさんも初心者ではないそうです。たけしさんはスーパーエキスパートじゃないよね、もうね。たけしさんはレジェンドです、レジェンドということで、アッカーマンのお話、アッカーマンじゃないか、スピンするお話、スピンの話だから、ボディぶつかるってところまで来ました。あとそこら辺からはスーパースピンするかどうかっていうのは微妙なんですけれども、本当のスーパー初心者の話しますので、心して聞いてください。心して聞かないで聞き流してください。今便宜上外しちゃいましたけど、ランパーフロント設置してるね、シャーシがぶつかっている、そしたら地面にすってフロントばっかり抵抗になってスピンしちゃいますよね。ボディ乗っけてない時は、車高があってもボディ乗っけた瞬間に設置しちゃってるパターンもあるんで、一応ねボディ乗っけて下へのストロークあるで、
上のリバンプ、バンプとリバンプ両方あるなっていうのを確認してくださいなと。逆いきます。今日はもうまた後でちゃんとやるんで適当にダンパーをいじってしまいますが、よしこれでいこうか。ダンパーがパンパン、一番ピストン位置で言うと下まで、要はちょっとでも持ち上げた瞬間にもうタイヤが浮いてしまう。足回りが突っ張り切ってすぐに浮いてしまう。バンプはあるけどリバンプがない状態、こうなりますよね。これボディがね動いちゃってるんですけれども、リバンプがない車、バンプがない車、設置している車は基本的にはやっぱり何かしら影響出ますよね。だから極端なことはするのはやめましょうっていう、スーパー初心者の方へ、これからコースへデビューされる方へ向けた動画となっております。はい、じゃあこのスーパーローオリジンのね、このボンネットに貼られているこのお顔、これは知る人ぞ知る神奈川のスーパースター、ザリガニ先輩の写真になっております。これは、本編ではいじりません。一応メカっていうか物理的な、だから電子的なものは置いといてさておき、車体をチェックしてなんでフロント原因でスピンするっていうところはそんなもんでいいんですかね。どうでしょう。他なんかあります？他なんかあったらそれも盛り込んどいて動画にしようかなって思ったんですけどどうでしょう。あとたまにね、某メーカーの超有名、いつだったっけな、いつだったか、日本で1位2位になった人がやってたのが、やってたわけじゃないんだけども、なっちゃってたのが、なるほど、ピコピコさん、初心者だとスロットルじゃないですかね。そうですね、スロットル、サーボ、ジャイロ、そういったなんか電源入れてからの話は第2回に行こうと思ってるんで、第2回あるんかいって話ですけれども、一応まず電源入れる前、ちょっと車検しましょうっていう時のチェックのお話で参りたいと思います。スロットルの話は私メモしておきます。ありがとうございます。はい。で、なんだっけ。そう。では参ります。はい、編集点作りました。タイヤとホイールの固定に関してちょっと緩めであったり、またはめっちゃ食うサーキットでずれていくパターンあるんですよね。ずれてった時にここ3号です。消防設備の点検で伺いましたので、はい、下からやってみます。はい、お願いします。
はい、お待たせしました。すいません。参ります。タイヤとホイールの、固定に関して少し緩めだったりとかって時、走ってる最中にすごいグリップがいい時にタイヤがずれてくることがあります。ずれてきた時にここアッパーアームのボールエンドとタイヤが当たっちゃってる、こういうので、もうフロントタイヤ回転しません。それでスピンすることありますよね。はい、次参ります。もう一個思い出しました。ベアリング、ちなみに今奇跡的にオフセットが適当なホイール履いてるとぶつかります。ぶつかってるんで回りません。はい、オーバードーズ KF 両君ホイールですね、柔らかめ。それはいいんですけど、ぶつかると回らない、タイヤが回らないなので、スピンするっていうことあります。で最後ラスト、ここにね、このフロントナックルの中にベアリング入ってますよね。でベアリング入ってる、そのベアリングがめちゃめちゃガチガチになってるとか、ガチガチも通り越してなんか壊れてるですよね。壊れてるとホイールがスムーズに回らない。これは本気で回せばね、何十秒とか1分とか2分とか回るんでしょうけど、それはねだるいんでやんないとして、例えばどんな回転がダメかというと、こんな感じ。なんかブレーキ効いてるな。こんな感じで止まっちゃうようなホイールじゃないか、フロントは常にフロントが転がらない。フロントは駆動してないので転がすだけなんで、そのフロントが回らないのはやっぱり致命的ですよね。こんぐらいで止まっちゃうような。今ご覧になられている方はそんなのあるんかいって思われるかもしれないですけれども、でもコースにねいつもいらっしゃって、スーパー初心者の方とかね、ご覧になられている方でしたら、あるってやつだと思うんですよね。RCDC 予選お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、堂々とね、RCDC の予選、3戦連続行って全部落ちるアコが、偉そうにスーパー初心者、コースデビュー者に向けて、偉そうな動画を作っております。申し訳ございません。はい、戒めのため、37番に対して、はい、33位もう書いてます。戒めです。もう一個どれだろう。なくなっちゃった。そういったわけで、一旦ねこのフロントのスピンする原因のいろいろについて、これ実はそのコース初心者、コースデビュー者に向けてって言いながらも、自分も忘れないように。しげりゅうさん、初見です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとね今まとめに入っちゃってるんですけど、ラスト1点、もしよろしかったらチャンネル登録して、
またパート2もパート3もやっていくかもしれない、やっていくと思いますので、ぜひまずはチャンネル登録だけお願いします。ラストちなみにこれやってる件で何目的かっていうと、そういった方に対して送りたい件1点と、自分に対して自分も何気に忘れてるところあるんですよ。で毎回ね振り返りながらっていうのもあるんで、その部分でも自分は31番に対して28番でした。おめでとうございます。僕ははい、こういうことですよね。これですよね。はい、33番の方から28番の方へおめでとうございます。ダメですよ、やっぱり8に入らないといけないらしいですよ。まあそれはいいとして、次は、RCDC 予選、次は EDP、こちらなんで、ぜひね、お時間スケジュール空く方ご参加ください。今のレイアウト、関東王座レイアウトなんですけれども、それの逆回り、基本的にはその逆回りでやるつもりです。ちょっとしたコースの変更修正はあると思いますっていう感じで、 RCDC は9月3日 EDP、 はい、こちらの方です。こちらの方で行います。こちらの方でも行いますということですね。こんなもんでどうでしょうね。ぶつかる件、パイロットとかアッパーアームとかぶつかる件で、こっち側に切った時に今度ダンパーがぶつかる件で、バンプしてもぶつかんないよね、大丈夫だよねっていう件で、次極端な開き閉じの件だから、マックス切れた時もそうですね、補足で参ります。アッカーマンの話、マックス切れた時も、こっちは例えば80度横を向いてるとして、こっちは70度、80度に対して80度ぴったり一緒っていうのは結構どぎついです。どぎついはずです。スーパーエキスパートになってくるとそういったセッティングもあり得るとは思いますけれども、まずスピンする、それをクリアするっていうところでは80度に対して70度60度っていうちょっと減らした切れ角になります。それが逆に30度20度45度っていうところになると、それは極端に開きすぎっていう、ばらけすぎっていうアッカーマンになりますってとこですかね。さあどうでしょうか。何かあったらいいんだけどな。さすが動かない、設置とパンパンでしょ。あとなんだ、ボディが当たるでしょ。まずは一旦そういったところですごい考えちゃいました。黙っちゃいました。そういったところで、スピンの方をしない車にして、コースで周回して遊びましょうというお話でした。じゃあこの後ですね、早速動画編集に入ってまともな動画にしてまいりたいと思います。初心者用スペース、初心者用スペースなんですけれども、今まだありますかってお問い合わせなんですが、今度はアッカーマン入門。アッカーマン入門はそんなに僕エキスパートじゃないんでちょっと難しいかもしれないですけど、やってみましょうね。せっかくなんで、こうやって閉じたらこういう風に内まっていくよとかね、ここを開いたらこうやって外行くよとか、そういったのはもっと第何弾かでやっていきたいと思ってます。はい、初心者用スペース見つけてください。基本的にはここら辺かな。
あと足元、この真ん中か足元になると思います。はい、関東王座風レイアウトとなっております。はい、ここからこれまでか。ゴールここら辺までですね。基本的にはスタートがここら辺でパーッとストレ加速してきてグリーンで繰り返してぐるーっと回って今度こっちかな、こう来てでこのアウトゾーンでゴールっていう関東レイアウトになっております。でここが初心者ってわけじゃないけどね、ちょっと調整ゾーンというかね、そういったところですかね。今度は分かりました。シガリュウさんでいいんですかね。シガリュウさんは、初見だったんですよね。初見だけど、そっか、コースには来てもらってんのか。じゃあ、あります。ぜひまたお越しください。というところで、2時か。消防設備点検が入ったので、そちらにお付き合いしようと思います。というわけで、シガールさんって読むんだ。へえ、シガールさんはあれかな、甘いお菓子、シガールかな。横浜じゃないか、ヨックモクのバターシガー、あれはバターシガー。要はタバコ系なんですよね、シガール。いいとしましょう。ということで、突然思いついた動画撮影でした。この後仕事に戻ります。7月末は会社の決算なのでめちゃくちゃに忙しいですが、8月頭関東王座あるので、関東王座撮影頑張ります。車走らす方はもういいかなと思っていう感じですが、ぜひですね、ライブやるんで、そちらの方をご覧いただければと思います。昼間からね40分近く、ライブにお付き合いいただきありがとうございました。